はい、こんにちは。TIC の話をする場合に、負荷計測の数値もあると間違った説明をしなくて済むかなということで、負荷計測方法を学んでみました。その負荷計測をしていると、シャープ23からシャープ44までの中で、付け焼き場な最適化はこうした方がいいんじゃないかといった感じの動画の中に、訂正する必要があるなっていう感じの部分がいくつもあったので、今回は実際の負荷計測の数値を見ながら、シャープ23から44の中で話したものの訂正をしたいと思います。今回の負荷計測にあたっては、アルウェイ先生と常吉星光先生の方法を参考にさせていただきました。情報ノウハウ共有ありがとうございます。詳しい負荷計測の方法は動画説明欄に常吉星光先生のツイートのリンクを貼っておくので、興味がある方はそちらをご確認ください。まず、シャープ34と38でブループリント通信に関して話した内容で、キャストの処理速度が重いのかどうかというのを確認してみました。先に注意点としてなんですが、今回の処理速度の検証で、処理速度が速いイコールおすすめの処理方法というわけではないのでご注意ください。こちらがキャストの呼び出しなどを5万回ループ処理させたのにかかる時間のグラフです。関数呼び出しが青で、カスタムイベントを呼び出す形が赤になります。イベントディスパッチャーとアプライダメージはイベント形式で呼ぶものなので赤だけです。単純な見方としてはグラフが短い方が処理時間が短いという形で早い処理ということになります。で、このグラフでわかるのはループ処理をする際にオブジェクトリファレンスの変数化してある状態だと、特にこの何回も呼び出すっていう形の場合は処理が早いということになるみたいです。キャストが重いらしいという話からブループリントインターフェースにしようという話をしたんですが、単純に速度という点で言うとキャストの方が速いという結果でした。じゃあ全部オブジェクトリファレンス化するのがいいのかというと、ミニゲームのうちはそれでもいいかもしれないんですが、規模が大きくなるとキャストやオブジェクトリファレンスを使いたくない理由を最近株式会社ヘキサドライブさんの公開してくれたスライドで BP の参照連鎖を断つ手法というのがあって、ブループリント同士が参照し合うことで起こる問題点を丁寧に説明してくれていて、このスライドの中でもブループリントインターフェースを活用することの重要性が語られていました。アルウェイ先生の講演でも言ってましたが、ブループリント同士が参照し合っていると、数が増えるにつれどんどん起動が遅くなったり、保存に時間がかかるようになったりするようで、そこをキャストの代わりにブループリントインターフェースを使うと参照関係が解消されるので、規模が大きくなるにつれブループリントインターフェースを使うことの重要性が上がっていくようです。11月20日に講演があった聖剣テンス3での UE 法利用事例の紹介というアンリアルフェスの講演で、この中でもこの辺の参照関係によって起こる問題点が語られていました。大規模開発とかはやったことがないので、諸先輩方がそう言っているのでそうらしいということしか自分には言えません。ただ処理速度だけ見るとキャストの方が他の処理より重いということはあまりなさそうだなっていう感じです。この検証は空のブループリントから空のブループリント関数を呼んでいるのですが、試しにアクション RPG のデータで確認してみたんですが、そこそこ詰まったデータのような気がするんですが、全体としては若干遅くなっている中で、ノーマルキャストの関数呼び出しが軽くなっていたり、測り間違いかなと思うくらいイベントディスパッチャーが速くなっていたり、この差をどう見るべきか適切に解説できる知識がないので、この差を見て思うところがある人は、ぜひこういうことなんじゃないかというコメントをいただけると非常に助かります。ブループリントインターフェースの速度があまり変わらないことを期待したんですが、しっかり遅くなってますね。ということでキャストは基本的には処理が重いというよりは、参照関係を持つと起動や保存に余計な時間がかかるようなので、少し規模が大きいプロジェクトになると、ブループリントインターフェースを使った方がいいというのが正しい言い回しだったかなと思います。ただ、大規模プロジェクトを管理する側からすると、キャストの処理は無視できない重さなのかもしれません。この辺の細かいことを言い出すと、そもそもブループリントの処理が C++ より遅いっていう、身も蓋もない結論だったりしそうですが、ちょっとその辺の上級者の話は自分がついていけないので置いときます。あとアプライダメージの処理がおそらく軽いっていう話をしたんですが、こう並べてみるとイベント処理だからっていうのもあるんですが、軽いとは言いにくいなと思いました。おそらく軽いと書いてたんですが、ダメージ処理を組みやすい仕組みっていう形に変更
しとく感じですかね。あと今回話すとややこしくなりそうなので見なかったことにしようかと思ったんですが、一応ブループリントをネイティブ化っていうパッケージ化の際に C++ に自動変換する機能があるんですが、そのネイティブ化をするとなぜかブループリントインターフェースが遅くなる現象があったのでお気をつけください。この辺常吉星光先生が部分的に C++ にしたり部分的なネイティブ化をすることでブループリントインターフェースの速度を速くする検証をしてくれましたが、誰にでもできる方法じゃない気がするので、現状だとネイティブ化はブループリントインターフェースを使わないような小規模プロジェクト以外ではあまり期待しない方が良さそうだなと思いました。ちなみにアクション RPG くらいの規模感だと一括ではですがネイティブ化はエラーでパッケージ化できませんでした。次にオーバーラップの処理速度。シャープ33で Get プレイヤーボーンがいい気がするという話をしたんですが、実際のとこどうなんていう計測をしてみました。水色がブループリントの処理の参考値なんですが、この中だとキャストが一番早いという予想してなかった結果が出てきて、どうしたものやらという感じなんですが、2万回処理してこの差なのでほとんど差がないと言ってもいい値ですが、プレイヤーボーンが最速ではない結果が出ました。で参考値でしかないですが、ネイティブ化の場合はちょっとキャストが遅くなるみたいですね。ネイティブ化に関しては一応測っただけなので、基本は水色のグラフを基準で見ることになると思います。この計測をするまでは実際どれくらいの速度差があるかわからず、これがいいような気がするみたいなことを言ってましたが、タグがいいかなっていうのが個人的な感想です。プレイヤーボーン使ってもいいかなという感じなんですが、ネイティブ化しないのであればタグの方が早いっていうのと、タグで処理した方がマルチプレイヤーの時なんかにも処理が楽そうだなという感じで、このシリーズの結論としてはタグを使っていきましょうという感じです。ということで実際測ってみると、誰かがこう言ってたからとか重いらしいとか速いらしいというようなよくわからないあやふやな判断基準から実情を踏まえた判断ができてとてもすっきりした気がします。今回は負荷計測自体の細かい方法はやりませんでしたが、そのうちこのシリーズでやるのか別のシリーズでやるのか分かりませんが、説明してみたいと思います。ということでちょっと前置きが長い感じになっているんですが、次回は TIC のあれこれっていう形で、ちょっとまだ TIC を掌握しきれてない感じなので、もう少し時間が空くかもしれませんって感じで、次回もよろしくお願いします。